ここやっぱり大将料理がうまいんですね、だから多分何を作っても美味しいと思います、全部スパイス効いてて美味しいね。本当に選べない。本当に選べない。全部美味しかった。で、その炊いたやつを翌日にこうやって蒸して煮蓋にして、で柔らかくトロトロにする。フライドガーリックを作るんですよね。フライドガーリックもじゃあ自家製なんです全部ね、一応基本自家製で全部やってるんで、スパイスか？はい。うわすごいですね。スパイス。結構いろいろ混ざってる。これで山椒とかクミンとか唐辛子とかを入れて、スパイス、スパイス炒めとかに使う。まあ合わせ野菜みたいなんですけど、まあ玉ねぎとかしいたけとかミンチにした状態で、で炒めておいとくんですよね。でそれをいろんなものに使えるんで。なるほど。もう僕と彼で大体振り分けながらやってるんで。切り物とか、そういうのをまあメインでやって、僕はこっちでこう火を使うものをね、こう分担してやってる感じですね。じゃあ本当に二人三脚でされてる。毎日バタ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 。低温でね、じっくり揚げて。イチボっていうのは牛肉の赤身なんですけど、これちょっと紹興酒漬けにしてね、漬け込んでおく。もう何でもスープに全部端材をね、放り込んでおくと、まあ、その時そうから味も変わるんですよ。魚も入ってるし、野菜いっぱい入ってるし。7割8割ぐらいまで仕込みしといて、オーダーがね営業中もオーダーが入ってからも最後仕上げるっていう感じなんで、まあ、そのねやっぱアイテム数が多いんでなるほど。仕込みがねだから毎日の仕込みが多いんですよね。まあ僕は以前そのハラミ専門店だったりとか、新地のね、でそこでこういろいろハラミをね使うことによって、すごいやっぱ柔らかくて
赤身が美味しくてっていうので、でうちのそのチンジャオっていうお料理なんですけど、はい。まあ、それをちょっとうちはハラミでやってるんですよ。うん。でその時の業者さんをねそのままちょっとこう今引き継いでやってるんで、ハラミがね美味しいですよ。へこれはもうオーストラリアのハラミなんですけど、うん黒毛和牛とオーストラリアの牛を掛け合わせた。え。うん。で以前のお店では中華とは全く関係ないんですか？もともとその若い時にやり始めたのが中華で、あ、そうなんですか。まあそもそも中華が一番長いのは長いんですよ。うん。でちょっとそのいろいろ会社も何個か転々としてて、でそこでこうイタリアンやったりとか、ちょっとこう和食的なこともやったりとかしてたんで、だからまあ昔からこういう中華の居酒屋さんがねやりたいっていうのがあったんで、まあやっとで、できてるかなと。うん。これがもうそろそろいい感じになってきてるんで。中に水分が残っちゃうと、どうしても時間が経つとね湿気るんで、だからもう水分をゆっくり飛ばしていくんで、あまり強火にすると逆に今度焦げちゃうっていう。焦げちゃうし、中に水分が残った状態になるので、色ばっかりが茶色くなって、中は水分が飛んでない状態で、綺麗なきつね色で。よだれだこっていうちょっとやっぱもうオープン当初から人気のメニューがあって、まあよだれ鶏のタコバーガー、低温調理50度ぐらいで、完全に火は通さないんですよ。低温調理でだしに漬け込んで味を染み込まして、でそれを一回こう冷凍するんですよね。お寿司屋さんとか結構こういう感じでやると思う。食感もこう生の食感が残って、で味が染み込んでね、で美味しいんで、生のまんまじゃなくて一回ちょっとこうひと手間全部サイコロ状でステーキにするんで、これもサイコロにしとくんで、僕はここをやる前にそのハラミ屋さんでね、働かせてもらったんですけど、その北新地ハラミっていうハラミのお店なんですけど、言うたらちょっと高単価のカウンターの焼肉なんですよね。お客さんのお肉を全部自分で焼いて仕上げてあげるんですね。目の前のお客さんのここに焼いて仕上げてあげるんで、喋りながらこう料理を作りながらこうお客さんとこうやるっていうのがすごいこう良かったんですよね。だから結構楽しいですね。いろんなお客さんとこうやっぱ知り合えるし、まあもちろんそのお客さんにね怒られることも機嫌悪くされることもあるんですけどね。それも勉強そんなことあるんですか？ありますよ。やっぱ僕ずっとここでねこうやってるとお客さんとよく喋りながらやるんで、そうなってくるとやっぱ他のテーブルとか料理が遅くなったりとかね作り忘れてたりすることもあるんで、だからあんまりそのメインのねもうめっちゃ忙しい時間帯は、極力ちょっとあんまりお話せんようにしながらちょっと相槌打つぐらいでやってるんですけど。まあ10時ぐらいになってくると、だいぶお店ももうだいぶこうゆったりとしてくるんで、もうそういう時はもうちょっとお客さんにお酒いただきながらね、なるほどなるほど。やってる感じなんで、だから常連さんとかはまあそういう時間帯を狙ってきてくれる方もやっぱいますし、まあ早い時間帯は早い時間帯でね、やっぱお料理メインで来てくれるお客さんがいっぱいいてるんで。もうそこはもうお料理集中できて、これが出来上がったチャーシューですね。トントン。これを今日の酢豚とか黒く蒸して
手で切って、やっぱ塩もちょっと大きさも一応ね、はいタケノコや白菜や椎茸や大きさも全部こだわってやってるんで、食べた時の食感をね、やっぱ手切りの方がやっぱ白菜のね、野菜とか旨味が出るんで、これは何種類の具材が入ってるんですか？豚の粗挽き、はい。背脂の粗挽き、白菜、玉ねぎ、椎茸、たけのこ、6種類の具材と調味料をちょっと合わせたやつあるところ、はい。シューマイの生地にね、竹炭を練り込んだシューマイの皮があるんですけど、それを刻んでこうやってこうなんていう丸める感じで、天津のような感じですかね。それをまあうちではこうおつみシューマイっていうね言ってやってるんですけど、まあ蒸し上がりの方に卵黄をポンと乗せておつみっぽくやるんで、こういう感じでこう衣をつけてね。成形して、これがね、うちね、ザクザク揚げポテサラっていうのをやってるんですけど、はい。まあ簡単にまあネタばらししてしまえば、コロッケなんですよね。コロッケを作って、その揚げたてのコロッケを潰してマヨネーズで絡めるっていう。ポテトサラダなんですけど、はい、これが意外とね、すごい反響が良くて、市販のコロッケでやってみたりとか、まあお肉屋さんでよく売ってるコロッケとか、いろいろ試してやってみたんですけど、やっぱ衣が薄いとパン粉とかがね、薄いとあんまそのザクザク感が残らないんで、ちょっとペチャってなってしまうんです。そうなんですよ。だからもうやっぱり自分のとこで仕込んで、分厚いパン粉の衣でガチガチのコロッケを作って、それをねやっぱこう潰して食べるとやっぱこうザクザクした、ほんま食べたらザクザクって聞こえるぐらいの、ね、音のコロッケポテサラができるんで、だから結局これも閉じ込めせなあかんねんなって言ってなんかねちょっとこう仕込みをねちょっと楽にせなあかんなと思いながらねこうやるんですけど、なかなかそこの妥協がちょっとねできなくて。まあね、あとは次やったらコロッケに金華ハム、こういうねやっぱこうコロッケの中にちょっと塩分として入れて、で、まあ、ちょっと中華風じゃないけどそのコロッケを作る。これがねさっき入れたようにボーラーで、ルーロー野菜って呼んでるんですけど、玉ねぎと人参と椎茸とたけのこね、もうこれみじん切りしたやつをある程度炒めておいといて甘さを、ね、出した状態にしよう、でそれをまあいろんなこう野菜にお料理に入れたりすると。後ろのソフタなんかはもう野菜一切使ってないんで、もうフルーツだけであるとかクロックモッシュとかでも本来やったらねベーコンとかハムでやるのをチャーシューでやるとか、なんかそういうなんか一般的にある居酒屋のメニューとちょっと中華風にアレンジしたりとかして、創作中華ってやってるんで、そうした発想ってどこから出てくるんですか？
いやもうね食べ歩きしかないんですよね。その中華じゃないものを極力食べに行って、まあ、和食なりイタリアンなり食べに行って、でこれをじゃあ中華風にアレンジしようとか、もちろんその中華とかも食べに行って王道のメニューを食べてみて、ちょっとそのね自分のその何ていうか原点回帰じゃないけど、やっぱこっちの方が美味しいなみたいなとかね、こうもうなんか探しながらやってます最初は僕一人でやり始めるんですけど、お客さんがついてきて売り上げも立ってきて、これやったら人一人ぐらい雇えるかなってなった時に彼に声かけて一緒にやってほしい。でもまあ彼もね一緒に僕花見で働いてたんですよ、前の会社から知り合ってて、で僕はその花見の会社に移って焼肉の会社に移って、で彼をまたこう呼び寄せるんですよね。世の中にねずっと手伝いには来てくれてるんですよ、オープン当初から。夜中だけ深夜だけ手伝いに来てくれてて、自分のメインの仕事が終わってからね、若い子使うのってすごい難しいじゃないですか。やっぱ気遣いながらねこうやるっていうのも僕もやっぱなんか全力が出せないので、そうやると気遣いながらやらんとあかんので、彼とかはもう昔から知ってるから、まあちょっと無茶もやってくれるし、こう思ってることをこうもうオブラートに続く必要もなく直で言えたりするんで、やっててねストレスがないんで、それが一番かなと思って。で彼にまあもう年齢も彼も49でね、おっさんなんですけど子供4人もおって、で彼に声をかけて一緒にやってもらってるんで、まあそのずっともう上司だったんで、僕もこういう仕事もやっぱ楽しいなっていうのがあったんで、はい。お子様4人いらっしゃって、奥さんからなんか不安の声とかなかったんですか？まあね、もうやっぱずっと知ってる、信頼はしてるんで、はい。そこはね、まあ自分のことっていうのもあるんで、はい。じゃあもう信頼されてずっとついてきてるって感じですね。なんかさ、最近反抗的になってきて僕が言うことに対してちょっとこういじけたり詰めたりするそうなんですか。僕が悪いのは悪いですけど、僕が言われる側や僕が言う相手はいてないですからね。なるほど。なんでたまには反抗しようかなと。で前はねいっぱいおる中での、ね、関係性やったけど、今はなんかもう1対1やから、全部彼に行くんですよね、思ってることが。そうやからもうじゃあ何年来になるんですか？20代とか、そうですね。25年はそうですね。彼が20代のもう25ぐらいから僕は知ってるから、まあ当時はやっぱねいいなんていう職場仲間で、ね、上司でもあって職場仲間であって、なんかこう友達的な感覚もあったんですけど、まあちょっとやっぱこう一緒にこうやってお店やるとどうしてもなんかこうね、僕もちょっときついこと言うだからそういうのを知ってちょっとこう後悔してるかもしれないあれって思ってたんと違うなって。みんなが知ってる笠井さんとちょっと違うかな。透明なスープに仕上げていくんで、鶏とこれ豚のミンチなんですけど、このミンチ入れるとねこうアクを全部こうミンチが吸着してくれるんで味も出るし透明度も。でスープだけでやっぱ4時間ぐらいは最低かかるんで、これがやっぱうちのねお料理の、ね、ベースになるんで、やっぱここだけはちゃんとしっかりやらないとね、全部のお料理がダメ台無しになるんで、まあどこもそうですけどスープとお出汁って基本ですよまだちょっとアクが出てる、で夜結構遅くまで営業されて夜がだから本番はやっぱ、ね、3時とか3時とかで片付け終わったら4時でしょ、でみんなこう飲食の方が仕事終わりに来るんで終わってから1杯2杯飲みたいなっていう人が多いから大体まあ3時ぐらいがちょうどいいんですよ結局昨日もカリエさんもねここで3
3時ぐらいまで見ましたそうですか。刈谷さんのお話が出たんで、お名前が出たんで、お聞きしたいんですけど、笠井さんから見て、刈谷さんの串揚げっていうのはどんな風に見られてるんいやですか？すごいですよね。案外こうふざけてるように見えて、実はちゃんと考えてるしやってるし、ただやっぱあの人の何がすごいって、僕はやっぱ人間性がえげつなくすごいです。多分同じことできる人多分おらんのちゃうかなっていうぐらい、やっぱ刈谷さんとか見てたら、僕なんかまだまだやなと思いますよね。あの人のサービス精神とか、やっぱ何度も僕も刈谷さんねお邪魔してるんで、やっぱ見てたらやっぱみんなこう楽しそうにご飯食べるんですね。やっぱだから余計やっぱご飯って美味しくなると思うんですよ。笠井さんが本当これは特別だと思う名店のお料理、はい、そこねコースのお店なんですよ、毎月毎月やっぱメニューが変わるっていうのがすごいのと、新地でいっぱいねこういろんな和食もありますけど、僕結構そこ行ったらそれで十分満足できるんちゃうかなと思うぐらい、もっとその新地価格じゃなく満足できるんちゃうかなっていう四季の料理をちゃんとこうやってるお店、で店主さんも若いし居心地がいいですお店、多分行った人は多分ほぼ満足して帰るんちゃうかなっていうぐらいのお店がねありますけどね。エリアは天満です。エリア店でお店の名前は何て言うんですか？言うていいんですか？お料理真のさん、まあ僕も大体まあ2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらいは行くようにしてるんですけど、やっぱそのたびにやっぱメニューが変わるんで、その四季折々のなんかこう料理をで、しかもすごい手が込んでるもうお料理で、まあ店主さんは有馬のねこう旅館とかで修行されてた方なので、やっぱお料理もやっぱしっかりしてるんですよね。お値段がやっぱ新地やったら多分これ3万とってもええんちゃうっていうぐらいの料理がやっぱ1万ぐらいで食べれるんで、お腹もいっぱいになるし、でお酒も日本酒結構美味しいのいっぱい飲めてるし、結構ファンですね。あとはね、まあなんせ居心地がいいっていうお店で、まあタイ料理のお店なんですよ。まあ大体毎週じゃないけど2週に1回か3週に1回は絶対行くようにしてるような、店主さんも人柄がいいんで、でキャラも強いんで、でお値段もリーズナブルだし、ちょっとそっち裏にあるんですけど、旅人シェフのタイ料理カオっていうお店なんですよ。これ食べた方がいいよっていうお料理ってありますか？ガイヤーンとかなんかクッパンポンカリーっていうのちょっとこうエビのカレーみたいな、僕も行ったら絶対ガイヤーン頼むんですけど、結構ハーフサイズとかでやってくれるし、大体早い時間は新規のお客さんでいっぱい、遅い時間は常連さんでいっぱいみたいな、僕の目指すべきところの雰囲気のお店なんですよね。あとはね、穴子と日本酒中村っていう、あそこも僕結構定期的に行くようにはしてるんですけど、やっぱ穴子って僕あんまりそんなに魚の中でもやっぱうなぎとか、ね、ハモとかよりもちょっとこうワード弱いなっていう魚やなと思ったんですけど、案外そこの穴子のコースを食べて、いや穴子ってこんなにいろんな食べ方できるんやとか、こんなに分厚いなんかこうふわふわな穴子ってあるんやっていうのをちょっとびっくりしたぐらいです。穴子専門のコースでやってるんですけど、でコースでも腹パンパンになるんですけど、ちょっと穴子の概念が覆されたんですよ。穴子と日本酒の中村、これも天山にあります。まあでももうそんなん言うたらもう一個言うていい？いいですよ。はい。まあ僕と同じ中華なんですよ。で最近やっぱもうインスタとかで上がりまくってるんですけど、王道中華でやってたんですけど、こううちが結構人気がちょっとこう出てきて、で小皿でやったりとかしてるんで、そこの店主さんもちょっとそれを真似してなんかこう小皿とかでやったりしてたら、結構今もうすごい大バズりして今なかなかもう入れない店になってきてるんですよ。それがね、それも天山にあるんですけど、天満天神飯店っていうね、その店主さんがね、まあ、赤尾君っていう、まあ、30歳31人ぐらいの子なんですけど、すごい面白いキャラなので、
1個なんか言ったら3つぐらい返ってくるみたいな、なんかね、で1人で勝手にボケて、1人で勝手に突っ込んでるっていうのね、すごいキャラのいい子なんですよ。いやなんか天満にぴったりのかそうそう、ただでも料理もちゃんと美味しい、うん、うちはやっぱ創作中華でやってるけど、そっちはもうどっちかというと王道中華をこうやってるんで、ぶっちゃけお料理的にはあっちの方が面白い、美味しいかもしれない。なぜ僕はその子のそのキャラが好き、店主の。盛り込んでこいで。これね結構オープン当初からやってるルーロー卵って言って、まあ煮卵なんですけど、この上にそのスパイスのミンチを乗せて、お出しするんですよね。これがね、まあイイダコとカシューナッツの甘辛煮で、これがマカロニ担々で、これは中華風のナスの揚げ浸しで、これトマトのケイカチン酒シロップ漬けで、ルーロー卵、まあルーロー飯とかの卵バージョンで、これがアジの黒酢の南蛮漬け、一応もう味かぶりとかしないように、粒になんか6から7種類ぐらいのお通しを用意してるんですよ。でそれもやっぱ全部こう仕込んでますし、できるだけそのメニューにないもんでやってるんで、最初の段階でちょっとそこの期待値を上げれたら、じゃあこれから出てくる料理の期待値も上がるんで、結構僕はそこの重要視してるんですよ、お通しっていうのは。その余りもんで作りましたよっていうんじゃなくて、やっぱもうそれはそれでちゃんと最初に出すお料理なんで、それなりにちゃんと美味しいものを作ってる、原価もかけてやってるんで、その分労力が3倍ぐらいだったんで。弘中さん。弘中がもうニンニク、生姜、マーラージャンっていう山椒の豆板醤みたいな、こちら豆板醤で、これが唐辛子の種です、まあラジョウメンっていう唐辛子の種と皮をこう磨いたものですね。でこれが山椒のですね、調香酒なんですよ、ラオチュウで、醤油とオイスターと甜麺醤、味噌ですね。仕上がってすぐです。はい、いってらっしゃい。冠ですね。部外とごぼうでトマトのケイカチン酒なんですけど、ラッキョウソースができました。
すいません、こちらからお通しお一人様お一つ選んでいただいてます。まずこちらからトマトのペリカチーシロップ漬け、ブロッコリーとサーモンの中華風ペペロン、ナスの煮浸し、こちらは、その場でお出しします。飯玉とカシューナッツ、こちらは温めてから、こちらルーロー卵と言いまして、ミンチとネギ上からのせてお出します。はい、お一つ。昨日とおとといおまけみたいな感じなんで。うちのポテサラです。これがね、煮込みそなんですよ。煮込みそ。担々麺の上のしたりとか、麻婆豆腐の中に入れたり、ここにしっかり味入れてくるんで、もうこれだけでご飯に乗っけて食べても全然いけるぐらいの煮込みそです。しっかり火入れた状態にしとくんで、これもう合いびきミンチ。あ、イカちょっとちゃいの。はいよー。
いらっしゃいませ。はい、麻婆豆腐いきます。はいよ。これがいつものやりとり。もうちょっと飲んでからね。チヂミいくよ。9月3日にヒロシさんがお祝いで、これは保険してトロトロになってるの。ちょっとちっちゃめなんですよ。これを倍ぐらいの大きさでやる。そうですね。レモンサワー系のベースにパクチー入れるっていう形になるんですけど。いいですか。はい。酢豚は美味しいです、ここの酢豚は。で、麻婆豆腐、今日食べたものですけれども、はい、あとは、名物のシューマイ。でも僕はやっぱり酢豚ですね。酢豚はうまいですね。ここやっぱり、大将料理がうまいんですね。だから多分、何を作っても美味しいと思います。僕はそういうところが好きなんで、やっぱほらね、素材にいいものを使って、美味しいのは当たり前なんで、やっぱり料理のうまい人っていうのところを、ピックアップしていってますんで、そういった意味では、やっぱりここは美味しいです。最後の方で揚げられましたね。
そのパターンはもうええ紹介していただいてる税理士さん。全部美味しくって、スパイスが全てに効いてて美味しいかなと思いました。なんかお通しがちゃんと手作りで、なんかそういうところはなんか外れがないかなって今まで食べて思います。でもなんか他で食べれない、結構スパイスの効いたお料理ってなんかカレー以外そんなにないんですけど、一品一品なんかそれぞれの料理に合った違うスパイスが入ってて、季節の素材のお料理がいつもおすすめメニューが本当に美味しいなと思います。他では食べられない感じになってるのがすごい、いつ来てもちょっとなんか楽しい感じがします。見てても全部食べたい。そうそうそう。でもお腹がね。ここに来たらこれ食べてほしいっていうのは何かおすすめのメニューがあれば。選べないぐらいで私カルダモンの言うと思った。お酒なんですけど、そうカルダモンのリキュールで、なんか熊本県のなんか酒造会社が作ってるのかな、焼酎かな、にカルダモン風味をつけてて、多分他にはなんか全然ないので、香りもすごいいい香りがして、でもさっぱりしてるから全ての料理にあります。引き出しのあれも卵、ルーロー卵、あとは麻婆豆腐、スパイスがすごい効いてるので、全部スパイス効いてて美味しいんだよな。本当に選べない。本当に選べない。全部美味しかった。まあ何食べても間違いないってこと。間違いない。スパイスが好きな人には間違いない。そう、いろんなスパイスが多分楽しめる、なんかこれ何のスパイスやろうみたいなのがすごい考えるのがコーラ。全然。でもあんたの口から本物やって言われたらどないしたらええねん。ほんなら BM お願いします。
もう基本的にお料理のが全部美味しくて、素材と味付けとか全部面白くって、あ、こういう組み合わせでこんなに美味しいんだっていうのがすごいびっくりしました。っていうのと、やっぱスパイスの最後食べた羊肉のスパイスのやつと、あとハイボールの組み合わせとか、なんかお酒との組み合わせも考えられてるのかなと思って、もう全部大満足でした。ハイボールは美味しかったよ。あれはどういう配合なのかずーっと悩むよ。グレーンとモルトが入ってる、まあそのブレンドはわかるんだけど、ただのなんかハイボールよりは角ハイとか有名なハイボールいっぱいあると思うんですけど、なんかこう一癖あってなんかお料理に合うようにしてるのかなと思ってて、それがすごく良かったですね。うちのお店を語る上でね、なかなかこのドリンクっていうのは絶対外せないんですよ。お酒をブレンドですか？見たらハイボールとかレモンサワーとかジンとかは基本ブレンドしたやつを使ってるんですけど、このブレンドが僕がお世話になってる新地の志向人っていうねバーのマスター、ここの界隈でもすごい有名な人で、みんなから親方親方って言われてる人なんですよ。もう言うたらもう70歳ぐらいのもうちょっとおじいちゃんなんですけど、もうでもバーテンダー歴で言うともう50年以上やってる方で、今でも現役でね新地でバーやってるんで、その方にちょっと僕気に入ってもらえて、でオープンするときにじゃあここのお店のお酒俺がブレンドしたるわっていうことで、ブレンドしていただいてるんです。で今だからもう10から11種類ぐらいのスコッチやバーボンやアイリッシュやとかをブレンドして一本のウイスキーベースを作って、そのウイスキーベースでハイボールをお出ししてるんで、ジンも7種類ぐらいのジンをブレンドして一本のジンベースを作って、それでジントニックやジンソーダとかをやる。でサワー系もレモンサワーとかもレモンの皮から抽出したリキュールを作って自分のところで、これでそれをベースにしてソーダで割ってレモンサワーとして出すっていう。もうちょっと飲んでからね。